皆さんこんにちは。今日は5月5日、原爆の図丸木美術館の開館記念日です。1967年、画家の丸木位里と丸木俊は、ここに来ればいつでも誰でも原爆の図を見えるようにという思いで小さな美術館を建てました。今年はそれから54周年にあたります。そして今日は、初めてですね、この丸木美術館からオンラインで皆さんに原爆の図のお話を届けるという試みをすることになりました。実はこのカメラの向こう側に、たくさんのスタッフの方が朝から準備をしてくださっています。私はこの美術館で学芸員を務める岡村幸則と申します。今から約50分ほど、一つ一つ原爆の図について解説をしていきますので、どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、それでは早速ですね、こちらにある原爆の図をご覧ください。第1部幽霊、一番最初に描かれた原爆の図で、戦争が終わってから5年後、1950年に発表されました。こうして見ていただくと非常に大きな作品であることがわかると思います。絵を見る人と中に描かれている人物がほとんど同じ大きさなんですね。縦180センチ、そして横幅は7メートル20センチというとても大きな作品です。で、2つの屏風に分かれていて、でさらにこの一つの面ですね、8枚の面からなっているんですが、一つの面の大きさは縦180センチ、そして、横が90センチになっています。この大きさというのは、日本の家の畳とか、襖の規格と同じなんですね。ですので戦後物がなかなか手に入らない時代に一番身近にある大きな紙を使って、そして素材もこれは水墨を使って描いてるんですけど、日本で馴染みのある素材で大きな画面で原爆を表現しようとしたことがわかります。原爆というと多くの人はまずキノコ雲を連想すると思います。それから焼け跡の風景ですね。今世界遺産になっています、原爆ドームという建物もありますが、そうしたイメージを思い浮かべる方が多いんじゃないかなと思いますが、この原爆の図には実はそうした背景一切書かれていません。特に第一部は真っ白ですね。で、何が描かれているのかというと、もう一目でわかると思います。繰り返し繰り返し人間の肉体が描かれることで、何が、作者が一番伝えたいのかっていうのがよくわかるようになっているんです。でこれには少し歴史的な背景を説明した方がいいのかもしれませんが、戦争が終わってすぐに、アメリカを中心とする連合国軍が日本を占領していたんですね。で、原爆についての被害、特に写真等の情報は厳しく公開が禁じられていました。みんななんとなく原爆の被害のことについては聞いたことがあるけれども、噂でしてしかなくて、実際どういうふうになっていたんだろうというのがわからなかったんです。で、丸木夫妻の原爆の図は、その当時隠されていた人間の姿、一番もしかしたら統治しているアメリカ軍が知られたくなかったものかもしれないですけれども、一人一人の人間の痛み、それを絵に描いて誰にも分かるように、多くの人に伝えていったんですね。一瞬にして、着ているものは全て焼かれて、皮膚もめくれて垂れ下がって、手を半分だけ前に出して歩いて逃げていく人たちの行列がまるで幽霊のように見えたという様子が描かれています。そしてたくさんある人物の中でも一番最初に描かれたのがこちらですね。画面の一番左端に、
女性が描かれています。よく見るとお腹が大きいのがわかるでしょうか。妊婦さんなんですね。一度に10万人以上の多くの命を奪った原爆を伝えるために、まず最初に描いたのがこれから命を生み出す存在だったということは、私はとても重要だと思っています。それから原爆が今ここにある命だけではなくて、もしかするとこれから先に生まれてくる、数えられないけれども確かにここにあったはず、存在するはずだった命まで奪っていたんじゃないか、そういうことも考えさせられます。原爆のその出発点はこの命を持った人間、ここにすごく象徴されているんじゃないかなというふうに思うんですね。それでは、次の作品の方に移動していきましょう。はい、奥の方に移動してきて第2部の火の前に来ました。先ほどの作品に比べると赤い色がすごく印象的だと思います。人々の胸の周りに真っ赤な炎が描かれていますね。これが第2部火の非常に大きな特徴です。原爆が落ちて一瞬にして燃え上がる人々の姿、躍動感にあふれて動きのある画面になっています。で、丸木夫妻は実は原爆が落ちた時には広島にいたわけではなかったんですね。その頃東京にアトリエがあって、埼玉の浦和に疎開をしていて、原爆が落ちたという知らせを浦和で知ることになります。ただ丸木井の実家は広島にあって、両親、兄弟、親戚たちがたくさん暮らしていたので、大変心配して広島に駆けつけます。しかしこの炎が燃え上がって人々を飲み込んでいくような光景は実際には2人は見ていません。ただここで考えてほしいのは、もしここに丸木夫妻がいたら絵を描くことができたでしょうかということです。一瞬にして人々が焼かれていく、誰ももしかしたら生き残ることができない、この記憶を伝えようと思っても伝えることができない光景を画家として絵に描いて人々の前に見せたということが言えると思います。もちろんそのためには想像力も重要ですが、たくさんの人から話を聞くことも必要でした。広島にいた家族や周りの親しい人たち、そして展覧会を通じて知り合った被爆者の方たち、いろんな人の記憶がこの絵の中に込められています。トシは人間を描くのが得意だったので、このとてもリアルな人間の姿は、ほとんどと言っていいと思いますね。トシの絵によって描かれています。イリは水墨画の画家だったので、その上から墨を流していますね。せっかくきれいに描いた人間の上から墨を流されるので、トシはもしかするとあんまり面白くなかったかもしれない。当時の記録映像なんかを見てても、ちょっと悲しそうな顔をしてイリが墨を流している様子を見ていたりもします。でもその墨が乾いてくると、うっすらとした闇の中から人間が立体的に浮かび上がってきて、すごく効果的な奥行きのある画面になるんですね。で、人間の周りに描かれている炎もどちらかというと地獄絵図の昔の絵巻物に出てくるような東洋的な炎です。人間はちょっと西洋的、トシは油絵の画家だったので西洋的な写実的な描き方をするんですが、炎は東洋的なので東洋画と西洋画が入り混じって、その頃日本画、洋画っていうはっきりとしたジャンル分けがあったんですけれども、そうしたジャンルを超えていくような絵画としても、非常に力強い、見る人々に強い印象を残す作品だったのではないかなと
いうふうに思います。そしてこの第2部の火と同じ時期に発表したのが、すぐ隣にあります第3部の水になります。こちら注目してください。たくさんの人の肉体が山のように積まれています。8月ですから暑いです。そしてたくさんの人が亡くなっているので、一人一人死体を焼いていたのではとても間に合いません。こうして死体を積み上げて一度に焼いていくんですね。これ人間なんだけれども、ここまで積み上げられてしまうと、何か肉体というよりも物質のようです。物になってしまったようにも見えます。じっと見てるとちょっと寄ってもらっていいですか。重なり合う肉体の中から目が見えたりもします。もしかしたらこの中にはまだ生きている人がいたかもしれないっていうようなことも感じられます。迫力のある画面ですね。で、少し右の方に移っていくと、今度は川が見えてきます。こちらの作品は第3部の水というタイトルがついていますが、水を求めて、川にやってくる人たち、そして川の中で息絶える人たちが描かれています。いくつかの時間の中で現れてくるテーマが一つの画面の中に、並んでいるんですね。そして、真ん中の母子像に注目してください。母子像というと、よく幸福の象徴として描かれることが多いです。いつの時代も母と子の姿というのは幸せの、母子像であってほしいと思います。ところが原爆の図はそうではありません。もしかしたらこの腕の中に抱かれている赤ちゃんはもう生きていないのかもしれない。少し悲しそうなお母さんの表情が印象的です。丸木夫妻には子供がいなかったんですけれども、そうしたこともあってか、特に妻のトシは個人制作の油絵でも繰り返し母子像をテーマに描いています。原爆の図の中にもたくさんの母子像が登場します。悲しみの母子像、本来喜びの象徴であるはずの母子像の意味が反転しているということも原爆の図を見ながら考えていただけるといいかなというふうに思います。そしてこの原爆の図は3部作までが発表された時点で日本全国展覧会が開かれていくようになるんですね。今これ屏風なので一つ一つの作品持ち運ぶのは大変重いです。私一人でこれ全部持って移動することはとてもできません。ただこの絵が発表された当時、巡回展が始まるときに原爆の図は8面に分かれた、掛け軸に仕立てて、運ばれるんですね。掛け軸はとても便利です。巻いてしまえば簡単に運べます。でもし万が一警察とかアメリカ軍が、踏み込んできたとき、展覧会を取り締まろうとしたときはさっと巻いて隠して逃げることもできる。そういう危険と隣り合わせでありながら全国各地で展覧会が開かれて、初めて原爆を伝えた絵として丸木夫妻の仕事が広く知られていくようになるんですね。でそうした展覧会の中でもまた新しい出会いがあります。もっと私はこういう体験もしました。こういうことも書いてください。そういう被爆者の方の声も寄せられました。で、丸木夫妻の私はとても重要な点だと思うんですが、一人一人のそうした反応に対して絵を描くことで応えていくんですね。じゃあ3部作で終わりではないんだ。次の作品では新しいテーマを描こう。もっともっと人々に伝えることがあるんだ。展覧会を通じてキャッチボールをするように新しいテーマを生み出して次の作品の創作へとつなげていくんです。それでは、隣の第4部に移動します。
こちらは第4部の虹という作品ですね。画面の右上に、大きな虹がかかっているのがご覧いただけますでしょうか。ちょっと点々に書かれているので見にくいかもしれません。原爆が落ちた後、広島には、放射性物質を含んだ黒い雨が降りました。でその雨が降った後に空にきれいな虹がかかったという光景が描かれています。虹の下には馬もいます。そして爆風で吹き上げられて逆さまに、木の枝に引っかかったんでしょうかね、ぶら下がっている人たちの姿も見えます。ちょっとここで注目していただきたいのは、その人々のぶら下がっている下にいる一人の男性です。よく見ると手錠がはめられてますよね。顔を見ると日本人の人じゃないのかなっていうような風にも見えます。実はこれはアメリカ軍の捕虜なんですね。広島にはアメリカ軍の捕虜がいて、原爆が落ちた時に被爆をしていたっていう話を丸木夫妻は聞いているんです。それでこの、捕虜の姿も描いています。実はこの画面の中にもう一人手錠をはめられている捕虜がいるので、もしこの美術館に足を運んで絵の前に立った時には、アメリカ軍のもう一人の捕虜を探してみていただけるといいかなと思います。はい、そしてこちらに移動してきて、第5部の少年少女ですね。少年少女というタイトルがついてますけれども、描かれているのはほとんど女性たちが多いですね。まだ若い10代の学生さんたちです。広島の街で、これは10代の女性だけでなくて男子学生もそうなんですけれども、街の中心部に動員されて仕事をしている学生たちたくさんいました。8月6日ですから、今では夏休みです。でも戦争中夏休みはありません。みんな朝早い時間から学校に出てきていました。そこで勉強するわけでもありません。街に出て工場で働いたり、それから空襲があった時に街が焼けないように広場を作ったり、そういう仕事を若い学生たちがしていたんですね。その時、頭の上に原爆が炸裂して、クラス全員死んでしまった。あるいは学年のほとんどが死んでしまった。そういう学校がいくつもあります。丸木夫妻は広島で展覧会を開いた時に、そうした若い学生たちの様子も聞きました。それを絵に描いておかなければいけない。まだ若くて将来のある、希望にあふれた学生たちがどうしてこんな思いで死んでいかなければいけなかったのか、それを絵に描き残したいと思ったんですね。で、1950年代当時、全国を巡回していた展覧会の中で、この作品は非常に人気がありました。特に人気があったのが、この抱き合う姉妹の像ですね。この痛いけな姿に見る人たちは感情移入をして、原爆の図のに思い入れていった。この悲しみの表情を浮かべて抱き合う姉妹の像にとても共感したんだというふうに思います。はい、こうして見ていくと、やはり原爆の図というのはとても悲しい作品で、見ていくと辛くなるという人もいるかもしれません。ちょっとここで、気分を変えて、丸木位里の母親で70歳を過ぎて絵を描き始めた丸木須磨の作品について紹介しましょう。丸木須磨は、昔の広島の、明治の時代ですね、山奥の村で生まれているので、小さい頃から学校にも行かずに野山を駆け回ったり働いたりしていて、実は読み書きも
したことがないという女性です。決して当時珍しいわけではなかったんですが、原爆が落ちた翌年に夫を亡くして、子供たちももう立派に成長して自分たちで働くようになったので、戦後少し時間ができて、でもずっと働いて過ごしてきた人なので、何をしていいかわからない、いうようなちょっと退屈してしまったんですね。それで丸木夫妻に絵を勧められて、初めて絵筆を取った。そして亡くなるまでの数年間の間に700点以上の絵を描いたというとてもユニークな絵描きさんです。色鮮やかな動物たち、それから自然の風景、草花、生きる喜びにあふれた作品を700点以上も描き残しました。当時とても人気があったようで、丸木夫妻も大きな展覧会に須磨さんの絵を出したらどうなるかな、ちょっと評価が見てみたいなと思ったのかもしれませんが、女流画家協会という展覧会や、それから日本画の最高峰と言われる院展という大きな展覧会にも作品を出してたくさん入選しています。その須磨さんの絵もこの丸木美術館では原爆の図と合わせて開館以来必ず常設で紹介しています。原爆の図でちょっと重くなった心を軽く解きほぐす役割があるかもしれません。でも須磨さんの命の喜びにあふれた絵も原爆の図も実は根っこのところでは深くつながっているんじゃないかなというふうに私は思います。同じ大切なものを違う角度から照らしているだけかもしれません。須磨さんは爆心地から 2.5 キロの地点で被爆をしている被爆者です。そしてピカは人が落とさにゃ落ちてこんというシンプルだけども本質をついた言葉も残しています。ぜひ原爆の図と合わせて須磨さんの絵も楽しみながらいろいろなことを考えていただけたらいいなと思います。ただ今ですね、実は静岡県ありますベルナール・ビュヘ美術館で大規模な丸木須磨展が9月の終わりまで開催されています。なので普段に比べると丸木美術館にある須磨さんの絵はとても少ないんですけれども、会期も長いので、もし夏休みとか秋の初めぐらいに、静岡まで行って須磨さんの絵をたくさん見てみたいなって思われる方はベルナール・ビュヘ美術館に足を運んでいただけるととても嬉しく思います。はい、それでは、原爆の図の、紹介を続けていきましょう。今私が立っているこの場所にあるのは、第6部の原子夜という作品ですね。すごく画面全体墨が流れていて、もしかすると画面では真っ黒に見えてしまうかもしれない。なかなかこの作品の特徴を画面を通してお伝えするのが難しいかもしれないなと思うんですが、原爆が落ちた後の静かな世界、生きるものがなくて誰も音を立てない、その世界を墨一色で、表現している。非常に何というか原爆の水墨画ってよく言われるんですけれども、ある意味で一番水墨画らしい作品かもしれません。画面の右側では、人々がさまよってもしかすると子供を探しているかもしれない、お人形を、手に持って歩いている女性の姿も見えます。そして、画面の左側に目を移していくと、これ見えますかね、細かいところすごく書き込みがあるんですけれども、骨ですね、人間の骨がたくさん描かれています。細かいところ点々点々とすごい細かく筆を使っているのも、見ていただけるでしょうか。でもっとこう左側に移っていくと、牛の骨も見えますね。この辺りは牛の骨でしょうか
人間以外の生き物もたくさん亡くなっています。骨になってしまったその姿が、うっすらと墨が流れた暗い画面の中から浮き上がってくるようです。もう本当はね、これさらによく見ていくと、いろんなものが、目が慣れてくるといろんなもの見えてくるんですけど、この骨の中に、赤ちゃんの姿も描かれてますね。ちょっとこれは現実の風景というよりも、もしかしたら絵画だから描くことができている幻想的な風景かもしれません。ただ、動いているものはなく、みんな骨になって、音を立てない静かな殺伐とした雰囲気は絵全体から伝わってきます。はい、それでは次の作品に移動します。こちらは第7部の竹やぶという作品です。原爆が落ちた時に、焼け残ったのは竹だったというふうに聞いています。丸木夫妻、入りの実家のあるあたりは爆心地から 2.5 キロ離れていたんですが、実家のすぐ前に竹やぶがあって、みんな爆風で同じ方向に傾いているんですけれども、その竹やぶの中に被爆した人たちが逃げ込んできて、夜を過ごしたという光景が描かれています。これはもしかすると原爆が落ちて少し経った後に広島にたどり着いた丸木夫妻が実際に見ている光景が少し入っているかもしれません。ちょっとあれですね、面白いのは竹の描き方ですね。これは多分丸木絵里が得意とする竹の絵だと思うんですけれども、人間の体の上に覆いかぶさるように、斜めにしなった竹がたくさん描かれています。藪の中をかき分けるように見ていくと、実は画面の右側の黒い墨の中からうっすらと牛の姿も見えてくるんじゃないかなと思います。どうでしょうかね。牛見えますかね。上の方にいるんですけれども、人間が描かれている奥に、なんとか1、2、3頭ぐらいですかね。牛も丸木入りがとても好きなテーマだったので、入りが描いていると思うんですが、原爆の図の中にはたくさんの生き物が登場します。犬や猫、鶏、馬、牛、人間だけではない命も奪われたんだということを、この絵の中から、見つけ出していただけると、また絵の見方が広がっていくんじゃないかなというふうに思います。で、2階にある原爆の図は全部で8点です。この最後の第8部の救出を紹介いたします。はい、こちらですね。画面の向かって右側、炎が燃えています。突然色が出てくるんですね。そして、炎に包まれて傷ついている人たちがたくさん描かれていて、これは8月6日原爆投下直後の光景なんですね。だけど人の群れをずっと目で追うようにして画面の左側に移っていくと、ちょっとここで時間が分かれます。こちら側に描かれているのは原爆が落ちてしばらく経った後の広島の光景です。そしてここには、救援活動を行った丸木入り、丸木俊、つまり画家本人の姿も描かれているんですね。画面の左端を見てください。ひげを生やした男性、これ丸木入りがモデルになっています。当時44歳ですね。そして、画面の真ん中で荷車を引いているちょっと小柄な、たくましい感じの女性、これは丸木俊、当時33歳でした。こんな風にして怪我人を運んで、大体8月の中頃から9月の終わり頃まで
1ヶ月ほど2人は広島に滞在します。でこうして絵を見ていくと、炎が燃えている右側の画面に対して左側の画面はとても静かです。もう危険がなくなったんじゃないかなと思う人もいるかもしれません。でもお分かりの方もいらっしゃると思いますが、この左側の画面もまだまだ命の危険が潜んでいたわけですね。残留放射能です。丸木入りも丸木俊も被爆をしていて、後に被爆者手帳を取得しています。この静かな画面の中にどんな危険が潜んでいたのか、丸木夫妻はそのことも考えながら絵を描いていたのかな、私はちょっと思います。で特にこの人々の上にうっすらとかけられた白い絵の具に注目してほしいんですね。これ胡粉という日本画の貝をすりつぶして作られた絵の具です。でこれもともと水墨画家の丸木入りが得意でよく使う絵の具ではあるんですけれども、他の今までの原爆の図にはそんなに胡粉が使われていないんですね。でもこの絵だけは霧のように胡粉がかけられている。これ放射能かな、目に見えない放射能のことを表しているのかな、もしまだ丸木夫妻が生きていたら聞いてみたいと思います。ただ残念ながら、今となっては分かりません。でもこの絵が描かれたのが実は1954年なんですね。この年何があったのかっていうことを考えると少しヒントになるかもしれない。1954年の3月、アメリカ軍の水爆実験によって日本のマグロ漁船第五福竜丸が被爆をするというニュースが世界的に取り上げられました。でその時に、日本にも放射能を含んだ死の雨が降る。初めて原爆が爆風と熱線だけじゃなくて放射能による被害もあるんだっていうことに多くの人が注目したんですね。でその当時に描かれた。で原爆の図の中で後から来た人たちが描かれたっていうのはこちらの画面だけなんですよ。そういうことを考えると、もしかするとこの胡粉は、目に見えないけれども命の危険を、与えるかもしれない放射性物質を表現しているのかなということを私は考えるんですね。実はそういうことを考えるようになったのは2011年3月東日本大震災福島原発事故が起きた後のことでした。それまでこの絵を見ていてもなかなかそのことには気がつかなかったんですね。はい、それでは、2階の8点の原爆の図のご紹介はここで終わりたいと思います。この後ちょっとスタジオの方に移動しまして続きの原爆の図を、今度はモニターで、紹介していきたいと思いますので、2、3分ほど休憩の時間をください。また、少し経った後にお会いしましょう。ここからは後半の原爆の図をお届けしていきます。第9部の焼津からいきましょうかね。第9部の焼津は先ほどちょっとお話しした1954年の第五福竜丸の被爆事件をきっかけに描かれました。これ原爆の図かなって思いますよね。ちょっと原爆の図の中でも異質なテーマです。でも私はとても面白いと思っています。丸木夫妻にとって原爆の図は1945年8月の様子を伝えるだけではなかったんですね。この当時、つまり現在進行形の核問題も原爆の図の中に取り入れることが重要だというふうに考えていたんです。決して核は過去の問題ではない。1945年で終わりではなくて今もずっと続いている問題なんだ。
これ私たちが今生きている世界も一緒ですよね。というか、むしろ1950年代よりも今の方がはるかに世界中に核の脅威は拡散しています。今現在もなお丸木夫妻の仕事は非常に現代的な意味を持っているというふうに私は思います。画面の中からこちらに向かって訴えるように、見つめてくる人々の群れ、そしてその向こうには、太平洋でしょうかね、海が広がっています。そして海の上には、幻のように浮かび上がる船の姿が描かれています。第五福竜丸ですね。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、東京都の江東区に、第五福竜丸展示館という施設があります。今もこの第五福竜丸をそのままの状態で保存している、非常に興味深い展示館なので、ぜひ興味のある方は一度足を運んで本物の福竜丸見てください。そして、第10部ですね。第10部の署名という作品があります。これは第五福竜丸の被爆事件の後に、東京の杉並区から始まったと言われていますが、全国に広がっていく署名運動の様子を描いた絵です。もしかすると原爆の図の中では一番明るい雰囲気の、日常的な様子を描いた絵かなというふうに思います。原水爆反対の署名を描くために、集まってきた人たち、列を組んで並んでいます。お医者さんと看護婦さんの姿も見えますね。それから若い女の子やおじいさんの姿も見えます。お坊さんもいますね。それから、自転車が見えてきましたが、これは豆腐屋さんの自転車で、豆腐を売るためにラッパを吹いている豆腐屋さんの姿も見えます。日常の中でいろんな生活をしている人たちの様子が絵の中に、見えてくるので、それをたどっていくのも面白いかもしれません。そしてその行列の先頭で、机に向かって署名をしている人たちの、様子も描かれています。鳩が描かれてますね。人々の上に白い鳩が表されていますが、これは平和の象徴としての鳩なのかなと思います。1955年、第1回の原水爆禁止世界大会が開かれて、核兵器に反対する社会の動きは非常に盛り上がりを見せました。で、丸木夫妻もそうした盛り上がりの中で10部作を持って原爆の図の世界巡回展に出発していきます。東アジアから始まってヨーロッパ、アジア、アフリカ、それからオーストリア、ニュージーランド、さまざまな国20カ国以上を回っていくんですね。それでは、第11部の母子像を見ていただきましょうか。はい。世界巡回展で10部作の原爆の図が留守にしている間に描かれた絵です。これはもしかするともう一度初心に帰って広島の原爆を描き直そうという丸木夫妻の気持ちが反映されている作品かもしれません。ただ初期の頃の原爆の図とは少し描き方が変わっていますね。これほとんど多分妻のトシの方が描いてるんじゃないかなと私は思うんですが、後の、絵本広島のピカにちょっと描き方が似ているような気がします。画面の真ん中に炎に包まれて、立っている母子像の姿も見えますが、原爆が落ちた後の広島の光景を伝える絵をもう一度描いて、日本の国内でも展覧会があるときにこの絵を見せて人々に原爆の様子を伝えようとしていた、丸木夫妻の思いが伝わってくるような
気がします。それでは、これ最後まで言った方がいいですかね。はい。次の、作品に移っていきましょう。第12部の灯籠流しを紹介していきます。はい、こちらが第12部の灯籠流しですね。これもまたちょっと変わった作品ですね。画面全体を灯籠の形で細かく四角く区切っています。抽象画のようにも見える作品で、その四角く区切った画面の中に灯籠の流れていく様子が描かれています。1967年、埼玉県東松山市に原爆の図丸木美術館が開館します。その年の8月6日から丸木美術館では毎年必ず隣を流れる都幾川で灯籠流しの行事を行っています。亡くなった被爆者の霊を悼む、今この時間と広島の焼け野原を灯籠を流すことによってつないでいくような行事です。この絵ももしかするとその灯籠流しの象徴のような作り方になっているかもしれません。今生きている人たち、灯籠を流そうとしている人たちと合わせて8月6日に体を焼かれてさまよっている人、生き絶えていく人たちの姿が同じ画面の中に描かれています。よく見ると小さな猫もいたりしますし、赤ちゃんの姿も見えます。骸骨になっている、骨だけの人間の姿も見えます。画面の左端、火が灯った赤い灯籠を抱えている女の子の表情がとても印象的ですね。絵を見ることで、時間が経過した後も広島と今がつながってるんだということを改めて考えさせられるような気がします。はい。そして、第13部に移ります。米兵捕虜の死という作品です。この絵が描かれたのは1971年のことです。この前の年に丸木夫妻は原爆の図を持ってアメリカに行くんですね。いろんな国を旅した原爆の図ですけど、アメリカの反応は非常に厳しかったようです。どうして原爆の図なんか展示するんだ、パールハーバーで日本が攻撃してきたんじゃないか、中国大陸で日本兵は何をしたんだ、原爆を落とされて当たり前だというような厳しい批判を丸木夫妻自身も会場で受けたようです。ただそうした中で、いや原爆というのは人類共通の問題なんですよ、日本人だけが死んでるんじゃなくてアメリカ軍の捕虜も原爆によって傷ついて死んでいったんですよっていうことを丸木夫妻は話すんですね。そして日本に帰ってきた後で広島に行ってアメリカ軍の捕虜がどんな最後を遂げたのか聞き取り調査をするんです。ところが、その結果分かってきたのは、確かにアメリカ軍の捕虜は被爆をしているけれども、その後広島の人たちに暴行を受けていたという証言が、出てきたんですね。そこで丸木夫妻は大変悩みます。今まで自分たちの被害の象徴として原爆を描き続けていたのに、被害だけで語れなくなってしまう現実を知ってしまった。でも考えてみれば、どんな戦争でもお互い傷つき合う、加害と被害を分けて考えることはできないんですね。裏表どちらも両立するのが戦争なんです。で、散々悩んだ挙句、最初に考えていたイメージとは全く違うアメリカ軍の捕虜がこれから暴行を受けようとする恐怖に怯えている米兵捕虜の死という作品を描くことを決断します。これが丸木夫妻の後半の共同制作における非常に大きな転換点になったと思います。そしてその翌年1972年に発表されたのが第14部の
カラスという作品になります。これは日本において働かされていた朝鮮人の方々の被爆の状況を描いた作品です。ただ、日本の人も朝鮮半島の人も外見はほとんど変わらないので、どうすればその朝鮮半島の人々の被爆を描けるか、丸木夫妻は随分悩んだようです。でその時に、水俣病を書いたことで知られる作家の石牟礼道子さんの文章に出会うんですね。原爆が落ちた後、たくさんの人が死んだ。日本人の死体はすぐに片付けられたけど、朝鮮人の死体はそのまま残って放置された。そこにカラスがやってきて死体をついばんでいたというような話です。でそれを知った丸木夫妻はカラスをテーマに、朝鮮人の被爆の問題を描こうと考えるんですね。画面の中央に白い象徴的なチェマチョゴリも描かれていますが、画面のほとんどを埋め尽くしているのはカラスたちの姿です。死体をついばむカラスは何を意味しているのか。文字通りに死体をついばむカラスなのかもしれないし、朝鮮の人たちに不当な差別、圧力をかけている私たちの姿のようにも見えます。1970年代というのはベトナム反戦運動が盛んになった時期でもありました。在韓被爆者の訴訟問題が注目される時期でもありました。戦争から長い時間が経って、日本の多くの人たち、決して丸木夫妻だけではなくて、さまざまな人たちが戦争における自分たちの責任をどう考えるか、再び加害者にならないために、どのような、歴史の見方をしていかなければいけないのか、考え直す時期にも重なっていったと思います。そしてこの後原爆の図は第15部の長崎が描かれるんですが、長崎は丸木美術館にはありません。長崎市の原爆資料館に寄贈されているので、長崎に行った時に、いつでも見られるようになっています。で、丸木美術館には、この他にも、南京大虐殺の図、アウシュビッツの図、水俣の図といったような戦争、公害、さまざまな20世紀の社会的な暴力について描いた作品も展示されています。テーマはみんな違うんですけれども、どの作品もみんなつながっている、広島の焼け跡を見た丸木夫妻の思いから出発している広い意味での連作だというふうに私は思っています。今日のテーマ、原爆の図って何？というテーマが掲げられていますが、私はその広島の体験から出発した丸木夫妻が、長く戦争とか暴力について考え続けた戦後の旅であったんじゃないかというふうに思います。イリは1995年、そしてトシは2000年に亡くなりました。でも私たちの世界はまだまだ続いています。さまざまな暴力、形を変えた理不尽な、傷つき方をしている人たちも今の時代にもたくさんいます。原爆の図を見ながら今の時代と原爆の図をどうつなげていくかということは、今の時代を生きる私たちの問題でもあるのではないかなというふうに思っています。はい、そして今日は開館記念日ですけれども、来年も再来年もこれからずっと丸木美術館の開館記念日を皆様と祝うことができたらとても嬉しく思います。そのため未来に向けて原爆の図保存基金についてご案内いたします。丸木美術館では2017年から、開館50周年を機に原爆の図を保存し未来に残すための基金を、立ち上げています。美術館も老朽化して、建て替えが必要な時期にも来ています。ご無理のない範囲で、ぜひ多くの方にご協力、ご支援いただけるととても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
そうですね、もう終わりの時間が近づいてまいりました。今も外の、自然の豊かな丸木美術館の立地なので、鳥の声が聞こえてきているの、皆さん耳にも届いていらっしゃいますでしょうか。ぜひ、今ちょっと緊急事態宣言も出ていて、なかなか移動がしにくいという方もいらっしゃるかもしれませんが、いつかですね、ぜひこの丸木美術館においでいただいて、外の自然も見ていただきたいし、実際にやっぱり芸術作品は絵の前に立ってご自分の目で見ていただくのが一番だと思いますので、本物を見ていただきたい。もう二度と原爆や戦争の体験をしてほしくはないんですけれども、原爆の図の前に立つという体験は多くの方にしていただきたいと思っています。皆様と、この丸木美術館でお会いできる日を楽しみにしています。今日は長い時間お聞きくださいましてどうもありがとうございました。それでは、今日のオンラインのガイドを終わりにいたします。ありがとうございました。